どうも、ワンピース女尊く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ワンピースの世界観を様々な地図をもとに考察していきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まず考えたいのは、ワンピースの世界です。ワンピースの世界は巨大な大陸、レッドラインと、それに垂直に交わるグランドラインで構成されており、世界の海域は東西南北4つに分割されています。グランドラインに入る方法は4つの海に面している山、リバースマウンテンを船で駆け上がるのが基本です。そしてグランドラインの島は特殊な鉱物を含み、磁気を発しており、この磁気の影響で通常の羅針盤はぐるぐる回転するだけで使い物にならず、ログポーズと呼ばれる特殊な羅針盤でその島の磁気を記録して、それを次の島への指針として公開する流れとなっています。この一風変わった世界観を小田先生は何から着想を得て構築したのでしょうか。それはおそらく大航海時代の海図、メルカトルの世界地図でしょう。それは海外のワンピース考察ではよく見るネタです。地理学者メルカトルはメルカトル図法で有名です。メルカトル図法は地球儀を平面に投影した地図で実際の島の大きさとは異なります。例えばグリーンランドはメルカトル図法だと16倍の大きさになっていますが、地図上に直線を引けば目的地までたどり着けるので大航海時代は重宝されたそうです。このメルカトルが作った地図の一つがワンピースの世界観を作り上げたモデルだと考えられます。それはメルカトルの北極図です。4つの島が海で仕切られているその見た目はまさにワンピースの世界観。ロマンスですね。特に中央の山はリバースマウンテンにそっくりです。大渦の中にある大きな山の名前は磁石の山。磁石の山は大航海時代、磁石によって鉄を引き寄せると言われ、近くを通る船を引きつけたり、羅針盤の向きを変えたりすると考えられており、磁石の島とも呼ばれていました。これはまさに磁気を発するグランドラインの島々のモデルでしょう。この磁石の山の話はヨーロッパのみならず、当時の中国やインドにも伝わっています。グランドラインの最終地点はロードスター島ですが、ロードスター島にも磁力を放つ巨大な磁石があるかもしれません。この磁石の山は当初インド周辺にあるとされていましたが、次第にコンパスの針が指す場所から北極にあると考えられるようになり、メルカトルの北極図が完成しました。そして15世紀以前には磁石の力は天の星から来ている、つまり北極星から来ていると信じられていたようで、ここからグランドラインの最終地点、磁力が一つに集まる島の名前がロードスター島と名付けられたかもしれません。つまりロードスターとは北極星のイメージでしょうか。ロマンスですね。またこの北極図には数多くの謎の島も記載されており、そこには小人が住むグリーンランドという島についても書かれており、これは小人族トンタッタの島グリーンビットのモデルでしょうか。他にもアジアにつながる夢の航路アニアン海峡や悲劇の島クロッカー島、フリースラント島といった幻の島が記載されています。さらに海水が落ちる大きな穴についても書かれており、これはまさにエニエスロビーの謎の大穴のモデルでしょう。ロマンスですね。しかしこのメルカトルはただの空想家ではなく、れっきとした地理学者ですから、この北極図と磁石の山は後に地球の磁極の大発見につながります。当時あまり話題にはならなかったメルカトルの研究は、メルカトルの死後すぐにウィリアム・ギルバートによって地球は巨大な磁石だったと判明するのです。人の夢は終わらねえ。このあたりがワンピースの世界観を作り上げた元ネタでしょう。次に考えたいのは歴史から消された巨大な王国です。文献の上に浮かび上がったのはある巨大な王国の姿。クローバー博士、小原の学者たちがポーネグリフを読み解いてたどり着いた、滅ぼされたある巨大な王国の元ネタは何でしょうか。それはおそらく巨大な王国タータリア帝国でしょうか。タータリア帝国とは大航海時代まで地図に記載されていた空想の帝国です。ワンピースのコミックスで採用されている裏表紙の世界地図はアブラハム・オルテリウスによる1587年の世界地図となっています。この地図にもタータリア帝国の名前がしっかりと記載されています。タータリア帝国があるとされた場所は現在の西トルキスタンあたりですが、トルキスタンといえばこちらの動画ではキングのルーツルナーリア族はルナとアーリア人を掛け合わせた造語ではないかと考えましたが、そのアーリア人は中央アジアトルキスタンあたりの民族でした。そんな空想の国タータリア帝国は一時期中央アジアから中国、ロシア、そして日本を含めた国まで全てがタータリア帝国に属していたのではないかとも考えられていたようです。
このタータリア帝国の領土はしっかりと当時の地図に記載されていたことから、一部の人はこれは空想ではなく歴史から消された幻の帝国だとして現在も都市伝説的に語り合っています。その真偽は僕にはわかりませんが、深く検索するとぶっ飛んだブログがたくさん出てくるでしょう。ある巨大な王国のモデルがタータリア帝国である可能性は、アーリア人の他にもワノ国からも近づけるかもしれません。ワノ国のモデル、日本の実際の歴史はギネスにも登録されているように1400年以上単独で続いている世界最古の国であり、過去にどこかの国に属したことはありませんが、大航海時代の空想の中では一時期日本はタータリア帝国に属していますから、ここから小田先生は着想を得て、ワノ国は800年前ある巨大な王国に属していたという設定があってもおかしくないでしょう。これなら日本語からあまりにもかけ離れ違和感がある光月家だけが刻める大ネグリフの古代文字にも少し納得がいくかもしれません。ちなみにワンピースのコミックスに採用されているアブラハム・オルテリウスによる1587年の世界地図の日本はワノ国の形にそっくりです。続いては再びリバースマウンテンに話をリバースしましょう。リバースマウンテンには地味ながら秀逸な伏線回収がありました。101話、さて偉大なる航路にてリバースマウンテンの話を聞いたゾロは、聞いたことがねえよ、船で山越えなんてと不思議があると、サンジは俺は少しあるぞと言っていました。そしてルフィたちはリバースマウンテンでイーストブルーからグランドラインへ入りましたが、そこから連載18年後41話イーストブルーへでは逆に海遊国家ジェルマの船が分離して巨大な電電虫となり、グランドラインからイーストブルーへ山越えをしていました。このジェルマがイーストブルーへ戦争をしに行ったおかげで、サンジはジェルマを抜け出してイーストブルーにたどり着いています。つまり前半の海のリバースマウンテンレッドラインの山越えはイーストブルーからグランドラインへ、後半の海でのレッドラインの山越えはグランドラインからイーストブルーへという表裏一体の描写が描かれています。となるとこのレッドラインを越える表裏一体はもう一度描かれるかもしれません。それは例えばルフィたちはレッドラインを一度目は上から越えました。二度目はレッドラインを深海、つまり下から越えました。ならば三度目はレッドライン、つまりリバースマウンテンを正面から越えるかもしれません。これはこちらの動画で考えましたが、ブルックはラブーンと正面から再会したいと言っています。しかしリバースマウンテンの裏側は行き止まりです。ブルックがラブーンと正面から再会したいなら、ルフィたちはリバースマウンテンを裏側から突き抜けると。この時の動画ではワノ国でより強力なガオン砲をサニー号が装備し、リバースマウンテンに大穴を開けて正面から再開するかもと考えましたが、今回はリバースマウンテンの裏側の地名に注目したいです。リバースマウンテンの裏側にあるのは高度1万メートルの絶壁コークウッドです。コークウッドという地名はワンピースマガジンボリューム9で公開された初期構想の世界地図に記載されています。コークウッドとは何でしょうか。それはおそらくコルク模様の壁がリバースマウンテンの裏側にあると。そしてラブーンに正面から再会したいブルックはビンクスの酒を届けに行くよと言っています。つまりこれらから考えられるリバースマウンテンを裏側から突き抜ける方法、それはコルクスクリュー。コルクと酒、スクリューでコークウッドの壁に穴を開ければ酒が飲める。いや、ラブーンに正面から会える。つまりコルクスクリューはドリル。サニー号のライオンのような選手からドリルが出る男のロマンですね。これはフランキー将軍の頭のドリルもヒントでしょうか。そしてドリルメカといえば小田先生と僕の世代ではサンダーバードのジェットモグラでしょう。リバースマウンテンに穴を開けるかもしれないモグラ、このイメージはワノ国にもあります。リバースマウンテンとワノ国の地形は実はそっくりです。リバースマウンテンには5つの運河があり、ワノ国にも5つの川が流れています。リバースマウンテンでは運河を登っていきましたが、ワノ国でも滝を登って入国しました。そしてワノ国には滝を登って入国する他にもう一つ入国するルート、抜け道が存在していました。それは滝の裏にある秘密の抜け道、モグラ港。モグラです。リバースマウンテンに似ているワノ国にあるモグラ港は、リバースマウンテンをジェットモグラのようにサニー号が正面から穴を開ける伏線かもしれません。まだあります。この考えを語呂合わせからも固めていきましょう。サニー号の語呂合わせはサニー号。325話です。325話では空島で手に入れた金塊を質屋に換金してメリー号の修繕費用3億ベリーを手に入れましたが、この3億ベリーは後に
サニー号を建造するための宝珠アダムをフランキーが買った資金になりましたから、325話の語呂合わせはサニー号なのですが、325話の扉絵を見てください。325話サニー号の扉絵はゲダツが伝説の土番長巨大モグラを掘り当てています。つまりはやはりサニー号はいつの日かジェットモグラ化する。以上です。今回はワンピースに関連する地図から元ネタや今後の展開などをロマンを求めて考察してみました。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。